皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドーラコヤジです。ドーラコヤジ的にはね不本意なんですが、本来1回でね終わらせたかったんですけど、第3回となってしまいました。まだ続くのかな。何やっても自分が求めている温度まで下がらないんですよね。ということで今回は水冷化やっていきます。これ正式名称なんていうのかな、水冷ブロックヒートシンクというか、水冷のヒートシンクですね。それとこの可愛いもの、なんだろう、ラジエーターです。超ちっちゃい、もう原チャリでもこの10倍ぐらいするのにね、そんなもう手のひらサイズのラジエーター。あとシリコンホースが、7mm、内径 7mm、外径 10mm のシリコンホース 1m と、あとポンプ、これはね USB でもある 5V のやつですね。それを購入しました。また金使っちゃいました。もうどんどん膨れ上がっていく。でもね水冷化ですよ、水冷化。早速組み付けていきましょうっていう間にもうバラして組み付け始めちゃってますね。で何はともあれね、この冷蔵庫なんですが、スタッキングできちゃうミニ冷蔵庫、クリアランスがないんですよね。機械室というか冷蔵室以外の部分のクリアランスがほとんど取れないので、かなり大幅な加工を強いられるのではないかと今からドキドキをしているんですが、っていうか終わった後に後入れの音なんですけどね。そんなことはどうでもいい。見てください。というわけでね、まずねどういう風に接続するかっていうのをね大まかにちょっと作っていきます。でちょっとね何分初めてなもんでね、とりあえず、シリコンホースの方は、途中に、ポンプを入れるので、片側が、2分の1のホースを1回作って、もう1本の方をさらに2分の1した、だから1本が50センチと25センチが2本というような形で、切っていきました。で片側にポンプを介して、ラジエーターとこのアルミの水冷ブロックの方を組み付けていきます。とりあえずこんな形で一回テストの方をしてみないとということで、とりあえずこのまんまで一回テストをします。でその前に、ラジエーターを冷やす、電動ファン、これをつけるんですけども、ラジエーターの方がですね、これね正方形じゃないんですよね。ファンみたいにこの80/80じゃないんですよ。なのでね、これネジがね2本しか実は止まってないんですけども、2本止まれば十分なんじゃないのかなと。サイズの方が97の76かなんかの 30mm、 厚さが 30mm という、なんか不思議な形だったんですけど、2箇所止められたんでこれは良しとしましょう。その代わりネジ穴の方ねちょっと新規に作んなくちゃいけないんで、今一生懸命昔ダイソーで買ったピンバイスの方で穴ぼこを開けていきます。 3mm かなんかのボルトでいけたのかな。はい、というわけでファンとラジエーターのサイズが全然違うんで、ネジの方なんですが、とりあえず新規に開けた穴でラジエーターとファンを固定して、あとファンカバーっていうのかな、このなんていうのかな、この鉄の指ブルルってならないようにするこのカバーの方も一緒につけられるという、二度おいしくないや、めんどくさいんですけどね。そんな感じでね、意外と薄っぺらく、ちょうど50mm 前後ぐらいの幅で済んだんで、なんとかこのケースの中には収まりそうなんですが、ちょっとケースねちょっとデコボコとした出っ張りがあるんで、ちょっとそこの加工もしなければならないという風な形で入れられるはずです。とりあえずラジエーターとファンの方がつながったんで、これどうしようかなって結構悩んでた部分だったんですよね。結構早々に解決しちゃったんでね、あとは水冷ブロックと、ペルチェ素子、それとこれ押さえにねヒートシンクもったいないんでね、そのままヒートシンクも一緒につけちゃいます。で12mm なんですよね、この水冷ブロックが。その厚み分を加味したナットじゃないボルトをちょっと探して、難なくつきました。でヒートシンクもついて水冷ブロックです。水冷ブロックもついたんでね、冷却効率はもう格段に上がってるはずですね、これで。これでもうマイナス20度ぐらいまでいっちゃう、下回ってないマイナス20度ぐらいまでいけばいいななんて思いつつ、水の方を入れていきます。これねとりあえずただの水道水、さすがにマイナス20度はないなということで、一回テストのために一応水道水入れてます。これがあまりにも、0度を下回るようだったらラジエーター乗用車とかバイクとかに使うなんていうのかな、凝固点で要は0度で凍らない不凍液というかラジエーター液を入れようかなとは思ってるんですが、今回はね今回というかこれねテストの段階なんで、とりあえず水道水でやっていきます。
でこれを組み立ててて思ったんですが、通常バイクとかだとラジエーターキャップっていうのがあって、そこからラジエーター液とか入れられるんですよね。なんですがこれはちょっともうホースと、ラジエーターなり冷却ブロックなりの、間というか、そこのホースを外して、液体を流さなくちゃいけないので、改良点としてはもう一個なんつうのかな、チーズというか T 型の、分岐を作って、で開閉できるバルブを作って、そこから液を入れられるような、場所もちょっと作った方がより楽なのかなとは思いつつ、ちゃんとエアーが抜ければね、そんな無駄なものをつけなくてもいいんでね、ちょっとエアを抜きながら入れる方法で今回はやってみました。これがまたシリーズとして続くようだったら、そこら辺の改造もするのかもしれないんですけどもね、そんな感じで今回はこのまんまで、忘れないようにペルチェ素子と水冷ブロック、それとヒートシンクの間にこの前買った熱伝導グリスを塗っていきます。かなり薄めでいいらしいです。かなりケチって薄めに塗りました今回は。とりあえず一通り組み終わったんで、これで一回テストしてみます。でテストして、調子がいいようだったら、本格的に仕上げていくということで、まず仮で組み付けていきます。ちょっとねこれを組み付けるのってね結構至難の技なんですよね。結構狭いんですよ。なのでちょっと組み付けやすいというか、手直ししやすいようにスタイロフォームこれ使ってるんですよね、断熱に。それの、ちょっと方法をちょっと手直しした方がいいのではないのかなというふうにはちょっと感じてます。でやっぱり厚みが、30mm プラス 12mm、42mm 増えたんで、本当にギリギリ通り越して隙間がないんでね、ちょっと無理やり押し込もうかと思ったんですが、とりあえずテストなんで一回外出したまんま、回してみます。当然なんですがね、ちょっとラジエーターがね収まらないんでね、元々のケース、蓋が断熱、蓋というか、天面が断熱入れてあるそのケースの、中には入れられないんでね、とりあえずケースを入れない状態で、蓋はなんていうのかな、水でちょっと濡らして軽く絞ったタオル、これをかぶせて、冷気が逃げないようにして、で一回、計測の方してみます。で外気温がちょっとこれ19ってなってるんですけど、18点ちょいちょいぐらいだったんですよね。で、16度までもう下がっちゃってるんですが、電源入れた時点でね 17.6 とか7とかの表示をしてたんで、ここら辺はちょっと誤差が1度ぐらいちょっと誤差があるのかなって。それからねちょっと 1,2 分して、結構下がっちゃったんでね、結構ね回ってから時間が経っちゃったんで、参考程度になんですが、現在の時間これ、お昼の12時45分ぐらいですか。なのでそこからね若干回してみて、温度の下がりをちょっと見てみます。水冷化をしたことによってね、温度の下がりがねなかなかねいい感じで落ちるようになったんですよね。ポン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 もう下がっていくような感じだったんですよ。なのでねこれはねなかなか成功なのかなと。でちょっともう8倍速で、早回しって言わないか、今8倍速で再生してるんですけども、本当もうみるみる数字が下がってくるんですよね。8倍速だからそうなのだろうけど。で水冷化したからねさぞ温度下がるだろうって思ったんですがね、全然 12.4 度3度ぐらいから下がらなくなっちゃったんですよね。なのでねやっぱ他に原因があるのかなということでね、その原因をね探っていきたいなと思っているんですが、ちょっとねこれ先にねちょっと組み付けてからじゃないとということで、これ内側のこのラジエーターが入る部分、これ、カットもうしちゃったんですよね。あと、シリコンのホース、これがねちょっとね肉厚なもんで折れ曲がってしまうんですよね。折れ曲がって水の勢いが弱まっちゃうんで、ちょうどいいギリギリの長さにちょっとカットして、でもう一回配管し直してます。で配管をし直して、これ水を入れるのがなかなか難しかった。このね、ほんとね長さをぴったり合わせるとパコって折れないんですよね。なんか綺麗に収まってくれたんで、これはこれで一応成功なのかなって。もしダメだったらこれ100度超えないとは思うんで、ビニールのチューブというかホースも売ってたんで、そちらでもいいのかなと思いつつ、ちょっと熱かかるということでね、今回はちょっと厚手のシリコンにしちゃったんですよね。ちょっとそれがあだとなったかなかなか難しいんですが、一応長さの方をちょっと調整して、また水を入れてもう一回、組み立てていきます。
その他にウォーターポンプ組み付けてるんで、これの電源も確保しなければならないということで、前回ステップダウンモジュール、電圧を落とすモジュールの方を入れたんで、それをもう一つ追加するのか、ペルチェ素子を減圧というか電源を、落とした電圧を落としたのと合わせてポンプも同じところから電源を供給するのか、ちょっと今検討中なんですが、とりあえず今ね冷えないということでね、ちょっとそれの対策をしなければいけないという。でもねこれよくよく考えたらねおかしいんですよね。一番最初に組んだ時は、差が15度以上とかって平気で降りてたんですが、ふとしたなんていうかな瞬間からこう落ちなくなってるんですよね。で、とりあえず、電源つけていろいろやってはいるんですけども、なかなか落ちないというオチがもうちょっとこれねパッてやってさって完成する予定だったんですよ。まさかこんなね手こずるとはね思わずにねで、最終的にねこのバッテリーなんかもね6アンペア使うんですが、6アンペアだと本当1時間しか、この状態だと1時間しか持たないんで、もう少しねペルチェ素子が温度下がってくれるようなそういったモジュールだったらよかったんですが、そのペルチェ素子自体に問題があるんじゃないのかなとちょっと薄々疑ってはおります。いやね、その疑う理由としてはですね、お金じゃないとは思うんですが、これ部品代だけで、ホースを含まずちょっと Amazon で購入したんですが2500円近くかかってるんですよ。なんでね本当もう少し結果出てもいいんじゃねえのかって思いつつ、これ実はね水冷化した時としてない時と温度ほとんど変わってないんですよ。唯一変わったのが温度の落ち方が劇的に落ちるようになったんだけど、必ずと言っていいほどなんていうかな、温度差10度ぐらいで止まっちゃうんですよね。なのでねこれね何かに原因があるというか、もうね心の中ではもうペルチェ素子一択なんでね、ちょっと、これをやった後ですぐ、またポチりました Amazon で、今度はね2枚セット買ってね、もうミスのないようにとりあえず2枚ともダメだったらどうしようかななんて思うんですけども、これもねまたね値段じゃないんですがね、とりあえず、Amazon のレビューというか、ちょっとレビューが多かったのと値段が若干高かったんで、高いから不良品そんなねえだろうなっていう甘い考えでとりあえず2枚入りのセットをねちょっとポチっておりますんで、その動画に関してはね、またちょっとお時間かかるかとは思うんですが、後々また作っていきたいなとは思っております。でねいろいろやっててね、もうほんとねふと思うんですよ。これ変なことするより買った方が全然安かったななんてね心の中でずっと思いつつもね、なんかこれに屈しちゃいけないという自分とのね戦いですよ、もうこれは。でねもうほんとね温度もね本当にね10度前後から本当ね下がってくれないんですよ。外気温との差が10度前後から落ちないんですよね。これね何なんだろうって本当ねもう悔しくてたまりません。もうここまでお金かけたんだからもういっそのことね、もうこれがねちゃんと稼働するまでね、もう本当に億単位の金は使わないか、本当万単位の金を使ってもね、もうこれをなんとか成功させたいなとは、思う、道楽親父でした。さていかがだったでしょうか。今日の晩酌はプッチーニ。これね前に、飲んだなんだっけな、ベリーナ、それの仲間でね、これはね、これシチリア産の、マンダリンオレンジなのかな、バレンシアオレンジ、なんだろうな、オレンジ使ってるんですよね。前やったのはねベリーニじゃなくてミモザです。ベリーニってねあれね白桃かなんか使ってるのかな。それもねほんとね私みたいなね味覚がお子様にはねぴったりのお酒でね、これもねほんとオレンジのね爽やかな味とね、これイタリアのスパークリングワインとのなんかカクテルなんですかね。飲みやすい美味しいお子様向けの味でした。これはねカルディで買ったんですけどもね、結局冷蔵庫もまだまだ続きます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。